Nasi. Nasi.
おもちゃん、おもちゃん。皆さん改めまして高校生です。ご視聴くださりありがとうございます。いやお前喋るんかって思ったそこのあなた、はい、ガールズトークをしに来ましたよ。前回の動画では先輩の話をすると言っておきながら結局最後までする時間がなくしないまま終わってしまい、でしていないことに気づかずに動画をアップしてしまって本当に申し訳ございませんでした。はい、部活のメンバー8人で長島に行った時の話をしますね。先輩と休日に会うのは初めてだったんですけど、休日の先輩がまずめちゃくちゃかっこよかったことを先にご報告します。先輩はすごく背が高くて足もヒューって長くってもう K-POP アイドルかっていうような風貌なんですね。で、制服じゃない先輩を初めて見て、部活の時に制服じゃない先輩も、見てるんですけど、テニスする時の格好とはまた全然違う普段のちゃんとした服を着た先輩を初めて見たんですけど、見た瞬間からもうぶっ倒れそうになりまして、もしかっこいいと思った時に押すボタンみたいなのがあったら1万回は連打するぐらいかっこよかったんですけど、まあいいわ、そんなことはどうでもよくって、とにかくかっこよかったんですけどはい、長島へ着きました。で、みんなでいろんな乗り物に乗って楽しく遊んでいたんですけど、ジェットコースターに乗ろうってなって、長島行ったことある人は知ってると思うんですけど、結構すごいやばい怖いジェットコースターあるじゃないですか。あれに乗ろうってなって、で結構並んだんですけど混んでいて、で途中で色白先輩が怖くなっちゃったみたいで、私やっぱりやめるって言い出したんですね。で先輩を一人で待たせるのもかわいそうだなと思って、じゃあ私も一緒に待ってるってことになって二人で一緒に抜けようとしたんですよ。そしたら出ました、ヒョンジンが俺もやめるわっていやもう早く行ってもうちょっとヒョンジンと思ったんですけど、で、じゃあヒョンジンがやめるなら私並ぶって言いづらくって3人で抜けたんですね。でいやここは多分2人きりにしなきゃまずいんじゃないかと思って、私はさりげなくちょっとあっちの方行こうかなとか言いながらさりげなく離れて、2人きりにしたんですよ。で多分30分から1時間ぐらいは待たなきゃいけない感じだったんですけど、お土産屋さんみたいなところに行ってなんか見たりとかして過ごしてたんですよ。そしたら高校生って声かけてきた人がいて、誰と思ったら先輩だったんですよ。8人で行って3人抜けたら5人で乗らなきゃいけなくなるじゃないですか。で1人は待っちゃうから先輩がじゃあ俺もやめるって言ってやめたらしいんですね。すいません、話の途中なんですけど、スイートポテトが焼ける間に MBTI をチェックしている映像が流れておりますが、すいません。そうで先輩が来てヒョンジンたちに高校生どこ行ったのって聞いたら、こっちに行ったって言って、だから俺も来たよとか言って来てくれたんですよ。でそこで待ってる間に2人でいっぱい喋ることができて、今までで一番長い時間一緒に話せたんですけど、本当に話してるとすっごい楽しくって、話しやすいんですよね、すごい。でなんか
キュンキュンドキドキもするんだけど落ち着くみたいな、そういう感じもあり、本当に楽しくって、前よりもちょっとというかまたさらに仲良くなれた感じはありましたけど、でも異性として見られてないんだよねっていうモヤモヤもありながら、ちょっと切ない気持ちにもなりました。でも8人で遊んだのがすごく楽しくて、またみんなで遊ぼうっていう話になって、次遊びに行くとき何着てこうかなって選んでいるところです。はい、晩ご飯を作りながら引き続きガールズトークをします。で、その先輩と2人で話している時に文化祭の話になって、で、文化祭の時に各学年各クラスから1人ずつ代表で、あることをしなきゃいけないっていう係があるんですけど、なんと先輩も私もその係をすることになっていることが2人で話していて分かって、で、そうすると週に何度か準備があって放課後に集まることになるんですけど、そしたら先輩が、じゃあ何曜日と何曜日は放課後に高校生に会えるんだ。嬉しいな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 。って言ったんです。私の聞き間違いじゃなければ嬉しいなって聞こえました。だから思わず私も嬉しいって言っちゃって、で、二人でちょっと照れみたいなみたいな会話をした後にお土産屋さんにいたんですけど、こう変なキーホルダーがあって可愛いなとか言って見てたら、先輩が買ってあげるよって言って買ってくれたんですよ。で、そしたら先輩も、じゃあ俺この色にしようって言って同じキーホルダーをお揃いで買ってくれました。で、本当に今年一嬉しくって、それがで、せっかく買ってもらったものだし大事にしようと思って学校に行く時のカバンにつけていっているんですけど、でも先輩はつけてきてないんですよ。そりゃそっか、そりゃそうですよね。でもそんなことはもうどうでもよくって、先輩が自分のために何かをしてくれたっていうのがとにかく本当に嬉しかったです。はい、じゃあ今日の動画はここまでです。見てくれてありがとうございました。